あなたが応募しようとしているその求人は本当に応募しても大丈夫ですか？ 2024 年8月30日、タイ大王県バーンチャングウタパオ国際空港のロビーには10人ほどの若い女性グループの姿が。彼女たちは皆どこか緊張した面持ちで登場アナウンスを待っていました。これから海外で働くのよね。なんだか緊張してきたわ。一緒にいた女性たちと談笑を交わしていたのは20代のタイ人女性ナーク。彼女は1ヶ月前に SNS で見つけたある求人に応募し、この場所へ来ていました。ジョージアで代理出産してくれる方を募集します。不妊に悩む夫婦のために子供を産むその仕事の報酬はナークの年収の倍以上の額。彼女は家族に少しでも楽をさせてあげたい思いでその求人に応募したんです。やがて登場アナウンスが流れると、ガイド役の女性が手を挙げて女性たちを誘導。出国ゲートへ向かう彼女たちは誰もが少し頑張れば大金を手にできると信じきっていました。これから自分たちが監禁され卵子を搾取され続けるとは知らずに、何ヶ月も監禁され卵子を搾取され続ける女性たち。甘い求人に騙された彼女たちがたどる運命とは。異国の地で商品扱いされるその日々は死と隣り合わせだったんです。おそつけんちゃんです。みやみやみこんです。ではね、めごさん、僕ね、先日ね、第2グループの岩田くんにご招待いただいて、新作の動画をね、お台場の映画館貸し切ってね、彼ら公開してるんで、若手 TV の B 山とね、たびたび出てくる。一緒に行きまして、彼らのね、映像のクオリティやっぱすごいね、企画の内容含めて、すごい豪華だったなというね。これから YouTube で公開されるってこと？それが。そうですね。なんていうんですか？企画は、あれです。地球真っ二つになった。サイヤ人の話かなんか、どういうこと嘘です。地球滅亡ドッキリって企画です。へー。なんかちょっといろいろ想像が巡るような企画で楽しみね。あれも見てる人は好きな人も多いんじゃないかなと思うのでね。ぜひね、見ていただければと思います。今回は世界にはびこる闇の一つ、ジョージアの卵子農場について解説していきます。気持ち悪いわよ、その命名な。卵子農場？人体実験かなんかが行われてるみたいなこと？人の体をもてあそんでるという点では人体実験と、同じようなものなのかもしれません。そしてこの事件にはね、日本における昨今の闇バイトにも、通ずるものがあるんです。一歩間違えれば、こんな危険な目に遭う可能性もあるということを、この動画を通じて、ぜひ皆さんにお伝えできればと思います。事件はある女性からの一本の電話から発覚するんです。その被害は人知れず想定外の規模まで広がっていたんです。決死の SOS。2024年9月27日、タイパトゥムターニー県、女性や児童の人権擁護のために活動しているパベナ児童女性財団へ一本の通報が。助けてください。ジョージアのある施設で女性が監禁されてるんです。かすれた声で必死に訴えるその女性の名はナーク。彼女はつい先日、遠く離れたジョージアから命からがらタイへ逃げ帰ってきたといいます。ナークはジョージアの首都トビリシのある施設で約1ヶ月間監禁されていたというんです。さらに彼女は監禁生活で知り合った3人の女性被害者からタイへ戻ったら助けを呼んでほしいと頼まれていたとも。要するに何らかの目的でタイ人の女性が複数人ジョージアへ連れ去られているということ。また連れ去られた女性はナークに望みを託した3人だけではなく推定100人はいるというんです。一体なぜ100人もの女性が連れ去られる事態になってしまったのか。事の発端はこの時から約2ヶ月前まで遡ります。2024年7月、Facebook を眺めていたナークはある求人広告に興味を惹かれました。40万から60万バーツ？すごい額ね。目を丸くしてスマホを見つめる彼女の視線の先には、不妊に悩む夫婦のために代理出産をしてくれる方を募集しますと記された求人広告が。勤務地は東ヨーロッパのジョージア。報酬として提示されていた40万から60万バーツは日本円換算で約180万から270万円相当で、タイの平均年収の倍以上の額。子供に恵まれない夫婦のために一人出産すれば数年分の生活費を心配しなくて済むだけの報酬が得られる。決して裕福とは呼べない暮らしをしていたナークにとって、その求人は非常に魅力的に思えました。しかし、こんな美味しい話本当なの？期待と同時に一抹の不安を覚えたナークは求人を出していた業者に問い合わせすると、次のような返事が。報酬が高額なので心配される方は多いですが、ジョージアでは代理出産は合法で、こうした仕事も珍しくないんですよ。さらに業者の担当はパスポートの取得費、渡航費なども全額負担
すると話し、現地で心配することは何もないと説明。彼の話を聞くうち、ナークの不安は解消されていきました。私が頑張れば家族を少し楽させてあげられるかも。僕ら日本人の感覚で言えばもっと警戒しても良さそうなものですが、タイはまた事情が違うんです。都市部こそビル群や高級ブランド店などが並び、著しい経済発展を見せているタイ。一方で地方にはまだ電気や水道が通っていない場所も存在し、貧富の差が非常に激しい国なんです。生活水準の低さに悩む人も多く、うさんくささより大金が手に入るという期待が勝ってしまっても不思議ではありませんでした。こうして迎えた2024年8月30日、ナークを含む11人の女性がウタパオ国際空港に集合。業者からパスポートを受け取った彼女たちはガイド役の女性と共にタイを飛び立ったんです。平均年収以上の倍以上の額で子供産んでくれって明らかに怪しいじゃないこれ。お金に悩んでるとそういうのも分かんなくなっちゃうぐらい目がくらんじゃうのかもしれないわね。やっぱりお金に困ってる人っていうのはね、闇バイトって気づかずね、本当に報酬いいから行ってみようっていう、怪しむより先にお金のことがね、目くらんじゃって騙されちゃって人はやっぱ増えてますよ。こうしてね、タイ人の女性11人はジョージアに向かうんですけれども、その道中でも、この闇バイトっていうのがね、巧妙な手口で、本当に安全なバイトだよっていう風にカモフラージュされていたんです。タイを出発した女性11人はジョージアへ向かう途中、ドバイ、アルメニアを経由。アルメニアでは3日間ホテルに滞在し、様々な観光地を訪れました。せっかく海外へ来たんですから、仕事の前に観光も楽しみましょう。SNS に写真を投稿するとご家族やご友人も安心されると思いますよ。ガイド役の女性はそう言って行く先々で写真を撮影し、 SNS に投稿するように促しました。この時はナークも深くは考えていませんでしたが、ガイド役が SNS に投稿と強調したことには裏があったんです。その意図はジョージアの入国審査で明らかに。ジョージアに到着すると、ガイド役の女性は11人の女性たちにそれぞれ現金500ドルを手渡しました。入国審査官には観光だと言ってこれを見せてくださいとっさのことだったため、ナークたちは訳も分からず指示に従いました。しかし後から思えば、仕事をしに来たにもかかわらず観光目的と言って入国審査を通過させるその行為は明らかにおかしかったんです。そう、ガイド役が女性たちに観光目的と偽らせたのは、代理出産の仕事など本当は存在しないから。観光地での写真を SNS にアップさせたのは、女性たちが無事であることを強調し、家族や知人に不審がられないようにするため。ここから女性たちは誰にも被害を悟られないまま監禁生活を強いられるんです。入国審査でさ、嘘つかせる時点で完全にアウトじゃない。普段生活に困ってると海外旅行も行けないだろうし、海外旅行の入国審査の経験なんてないわよね。本当そうだと思いますよ。そして女性たちが仕事のための施設に連れて行かれると、さすがにこれはおかしいだろうっていう光景が目の前に広がっていたんです。砕かれた希望。ジョージアへ到着した翌朝、首都トビリシのホテルに宿泊していた女性11人は起床後すぐにガイド役の女性の部屋へ。仕事の手続きに必要なので一旦パスポートを預かりますね。そう言うと女性たちのパスポートを回収し、持っていた袋の中にしまったガイド役の女性。続けて彼女は仕事場へ案内すると告げ、11人の女性をホテル前に止めていた車へと誘導。ここからしばらく車で移動した後、到着したその場所には一見してごく普通の一軒家が並んでいました。女性たちはそこに立つ4軒の家屋にそれぞれ連れて行かれ、その際に施設の職員がスマホを没収。そしてその一軒家に入ったタイミングでナークはようやく異変に気がついたんです。この人たちは私と同じで代理出産をしに来た人たちなのよね。ナークが足を踏み入れたその家には数十人のタイ人女性が集められていました。女性たちの多くが備え付けのベッドに横になっていたのですが、彼女たちは皆顔色が悪く苦しそうにお腹を押さえていたんです。女性たちがさ、苦しそうにお腹を押さえてるって絶対何かされてるじゃない。怖すぎるわよちょっと。この後ナークは施設にいた別の女性とのやり取りで、自分がそこに連れて行かれた本当の理由を知るんです。ナークが施設へ連れてこられて数日、彼女はその日も薄暗く埃っぽい部屋でただ待っているだけの時間を過ごしていた。お腹が痛い。出産に向けての準備と説明され、ナークは毎日注射を打たれていた。その注射の影響か体は重く、起き上がる気力も湧いてこない。さらに壁1枚を隔てて聞こえてくるのは、ナークにはわからない言語で怒鳴る男たちの声。代理出産の依頼主が現れるまでの滞在と聞かされ、数日は耐えていたが、一体いつまで待てばいいのか。不安を抑えきれなくなったナークは隣のベッドの女性にこう語りかけた。代理出産を依頼された方はいつ来られるんですかね。ナークの言葉にゆっくりと顔を上げたその女性。彼女は悲しげな表情を浮かべ一言こう言った。来ないわ。今なんて？思わずそう聞き返したナークに女性は続けてはっきりこう告げた。ここには何十人と代理出産のために来た女性がいるけど、何ヶ月待っても依頼主は一人も来なかった。私たちは薬を盛られて卵子を取られるだけよ。
そう、その施設で行われていたのは子供に恵まれない夫婦のための代理出産などではありませんでした。施設へ連れてこられた女性たちが毎日打たれていたのは排卵を活性化させるための排卵誘発剤。無理やりに排卵させられた女性たちは月に一度手術室へ運ばれ、麻酔で意識を奪われた後卵子を摘出されるんです。無理に排卵させられた結果、腹部の腫れや激しい腹痛に苦しむ女性も。彼女たちは卵巣過剰刺激症候群の症状に見舞われていたんです。女性たちが投与されていた排卵誘発剤は今回のように間違った乱用がなされれば死のリスクを伴う危険性が高まってくるんです。というわけで本日のメトラキーワード、卵巣過剰刺激症候群について。卵巣過剰刺激症候群とは、卵子ドナーや体外受精などで使用される排卵誘発剤の影響で発症する症状。排卵誘発剤には通常1ヶ月に1個しか排卵されない卵子を15個から20個ほどに増やす効果が、その過剰な刺激によって卵巣が膨れ上がってしまう副作用が出ることがあるんです。卵巣過剰刺激症候群の症状は腹痛や吐き気、下痢などに始まり、重症化すると肺水腫や血栓症、卵巣のねじれなどが引き起こされ死に至るケースも。今回の事件のように劣悪な環境に監禁され、無理やり卵子を搾取する行為が続けばいつ死者が出てもおかしくないんです。監禁したタイ人の女性たちに排卵誘発剤を投与し、無理やりに卵子を摘出していたこの組織の正体は中国人マフィア。ジョージアでは商業的な卵子の提供が認められており、ドナーに支払われる報酬は数百万に上ることも。その市場に目をつけたマフィアはタイ人女性を嘘の求人広告で騙して拉致し、無理やりに卵子を奪い取って荒稼ぎしていたんです。代理出産の話が全くの嘘で、ただ卵子を搾取されるだけだという真相を知ったナークは施設の職員にすがりつくようにしてこう訴えたんです。話が違うわ、今すぐタイへ帰らせて。すると職員は彼女を睨みつけこう言ったんです。帰りたいならこれまでの渡航費と生活費7万バーツを支払え。請求されたその額は日本円にして31万円。決して裕福とは言えない暮らしを脱することを夢見てジョージアへやってきたナークにはどうあがいても払えるはずのない額でした。そして当然のごとくこの卵子を搾取される生活に対し最初に約束されていた報酬が支払われることもなかったんです。最悪すぎるじゃない。請求されてる渡航費とか生活費とか払えないのはもちろんなんだけどさ、遠い国まで来ちゃってるもんだから自力で逃げ出すなんてめちゃくちゃ難しいでしょこれは。ほんとそうなんですよ、だからこそね、100人もの女性が何も抵抗もできずに卵子を搾取され続けていたんです。そんな中でもね、この施設を脱出したナークは残されたね女性たちの救出を訴えるんですが、施設にいざ踏み込んだ現地警察はそこで想定外の事実を突きつけられるんです。ナークが監禁されてから1ヶ月後の2024年9月、マフィアから請求された渡航費と生活費を家族が支払い、彼女は施設から解放されることに。ナークは施設にいた3人の女性から救出を依頼されていたため、タイへの帰国後すぐにパベナ児童女性財団へ通報。財団は外務省と連携を取り、4ヶ月後の2025年1月、ジョージア警察が残されていた3人の女性を救出。とはいえ施設には100人もの女性が監禁されており、これで事件解決とはいきません。ジョージア警察は他の女性たちも救い出そうと施設に居合わせた女性に状況を尋ねました。すると聞き込みをした約70人の女性は揃ってこう言ったんです。私たちは自分の意思でここにいます。施設での監禁生活を無理強いされたわけではないと説明した女性たち。さらに施設の職員も自分たちの行為に違法性はないと説明したため、警察はそれ以上の手出しをできませんでした。女性たちがなぜ施設を出たがらなかったのか、未だに真相は明らかになっていません。しかし施設に居続けることにメリットは一つもなく、組織に脅されていたか洗脳されていたか、それ以外に理由は考えられないんです。救出活動の一端を担ったパベナ財団は事件の背後に潜む中国系マフィアの存在を指摘し、タイ政府に取り締まり強化を求めました。2025年5月現在、ジョージアではまだ多くの女性が監禁されており、今後の捜査の進展が注目されているんです。今回の事件のように高額な報酬を提示し海外へ連れ去って搾取する闇バイトのような手口は近年増加の一途をたどっています。 SNS という身近なツールの中に潜んでいる以上、その危険性は僕ら日本人にとっても決して人事ではないんです。ネットユーザー同士で情報共有し合うことも被害防止策の一つ。あなたは SNS 上で怪しい求人を見かけたことはありませんか？おさすけんちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんとアルゴメトリー恵比寿にシーシャバーをねオープンします。もちろんね、最高のシーシャは作りつつも、店内流してる曲を流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういういわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな大人の空間をね作っていこうかなと思っていまして、で店内には間接照明とかね
いうね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでに C 社バーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿の C 社バーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、C 社を作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところで C 社が好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、C 社バーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いた C 社バーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、そこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、フラッと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには C 社好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味 C 社の経験ももちろん大事なんですけど、むしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。